ご視聴ありがとうございます。今回は、鉄道会社が進める安全対策のご紹介です。年明け早々に東京メトロが下した決定と、鉄道各社の取り組みの一端を解説します。鉄道施設内での事件や事故を防ぐため、利用客の利便性を確保しつつ、限られたコストの中で鉄道会社にできる施策とは何でしょうか。今回の動画では、内容の関係上、過去に鉄道施設内で起きた事件や事故について触れている箇所が複数あります。あらかじめご了承いただけると幸いです。ここから、現地の映像や各社のプレスリリース、そして鉄道を所管する国土交通省の文書を見ながら、順番にご紹介していきます。ここは、東京メトロ有楽町線、有楽町駅です。文字通り路線名の由来となったこの駅は、1日あたり平均10万人余りの乗降人員のある駅です。2012年3月にホームドアが供用された一面2線の島式ホームと、合計4カ所の改札を備えるこの駅で、先日、ある設備が廃止されました。それが、改札口の脇にある、このゴミ箱です。新聞雑誌と瓶類、その他の3つの投入口があり、正面は透明になっている、他の鉄道会社でもよく見かけるタイプのゴミ箱です。家庭ゴミの投入をめぐって頭を悩ませていることが伺えますが、その上には、別の張り紙があります。このゴミ箱、1月16日の終電をもって、駅構内から撤去されることになったのです。対象はこの駅だけではなく、東京メトロが管理するすべての駅が対象です。駅構内には張り紙があり、一部のニュースサイトで取り上げられて少々話題になったものの、公式サイトなどでの告知はされなかったようです。東京メトロでは、過去に鉄道施設でテロ事件などが起きた直後や、大規模イベントの際に、ゴミ箱が一時的に撤去されたことがあります。現在の窓付きのタイプになったのは、2004年、スペインでの列車同時爆破テロ事件の翌年に、ゴミ箱が再設置された時です。ただし、今回は恒久的な撤去であり、セキュリティ強化のためと説明されています。過去には、駅のゴミ箱に不審物が捨てられていたこともあるそうです。このような経緯も受けて、駅構内のゴミ箱が一斉に撤去されることになりましたが、自販機の横にあるものなど、一部は今後も残される予定となっています。駅構内や車内への防犯カメラの設置でセキュリティの向上に努めている中、一歩踏み込んだ決定ですが、東京メトロと他社線との境界駅のうち、他社が管理している駅については、相手先の取り扱いに従うことになっています。そして、鉄道各社の対応はまちまちです。都内で地下鉄を運行する都営地下鉄の駅にも、東京メトロと似たタイプのゴミ箱が設けられています。投入口の上には、中身の抜き取りに関する注意書きがあります。駅にあるゴミ箱には、予期せぬものが投入されるリスクの一方、こうした悩みもつきまといますが、こちらは今後もそのままとなる見込みです。そして、ゴミ箱問題よりも頭を悩ませるのが、車両面の対策です。相互乗り入れが発展した今、異なる会社の車両が同じ路線を走る光景が多く見られます。それらの車両には、会社によって、そして車両によって差がある場合が多くあります。JR 東日本と東京メトロや都営地下鉄、そして乗り入れ各社の対策はどうなっているのでしょうか。去年12月、鉄道を所管する国土交通省は、10月に京王線で発生した車内障害事件を受けた対策を発表しました。その中には、車両の新造時や大規模改修時における防犯カメラの設置が盛り込まれています。一方、JR 東日本や大手私鉄では、この施策が発表される前から防犯カメラの設置を進めていました。首都圏で防犯カメラ導入率 100% の会社の一つが、数千両の車両を保有する JR 東日本。首都圏の在来線と新幹線において、車内防犯カメラの設置が完了しています。特に、埼京線に導入された車両では、一部の車両の窓に防犯カメラが作動していることを示すステッカーがあります。ドア上のモニターでも定期的に告知が流れ、乗客へアピールしています。この車両の防犯カメラには、蛍光灯の一部に仕込むタイプと、天井に直接設置するタイプがあります。埼京線車内の防犯カメラは、先代の 205系の時代、2010年4月に本格導入を決定し、順次進めていました。埼京線の205系は、2016年10月を最後に引退しましたが、セキュリティ向上のためのカメラは、後輩にも受け継がれています。
そして、車両のカメラ搭載率 100% を誇る会社がもう一社あります。それが、東京西部と神奈川に路線網を広げる、東急電鉄です。2020年夏までに、全車両への搭載が完了しています。そして、東急の防犯カメラ設置を加速させた技術が、この車両に搭載されています。この車両は、目黒線と直通先の各線で運用されている5080系です。先ほど見た JR の車両と同じく、蛍光灯と一体化したタイプの防犯カメラです。ただし、器具が少々大きいように見えます。そして、点滅するランプ。この器具こそが、東急で防犯カメラの設置を加速させた大事な機器なのです。実は東急では、2015年3月に車内防犯カメラの設置を開始した一方、思うように導入が進みませんでした。導入開始から4年が経っても、3分の1程度の編成にしか設置できていませんでした。後付けのカメラの場合、本体工事に加えて配線工事などが必要になり、工事期間が長期化するのが理由であり、東急の場合、1両あたり2週間かかっていたそうです。一方、蛍光灯一体型の場合、配線工事を大幅に減らせるため工事が容易になり、コストが下がるだけでなく、設置期間も短縮できるため、運用に及ぼす影響を抑えることができます。蛍光灯一体型のカメラ自体は珍しいものではありませんが、この防犯カメラの特徴は、まさに今、機器本体で点滅しているライトにあります。従来型の機器の場合、映像は機器内の記憶媒体に蓄積され、映像が必要な時は車両から直接取り出す必要があります。他車線との相互乗り入れも活発な東急。自社の路線網の外、例えば東武鉄道の森林公園駅や南栗橋駅まで出向くことになる可能性があることは課題として残っていました。一方このカメラは 4G 通信機能を搭載しており、映像を遠隔、ほぼリアルタイムで読み出すことが可能です。これは2018年に設立された会社が開発した製品で、今年夏には後継モデルが登場する予定です。車内の状況を AI が検知して指令に通報する仕組みや、カメラから車内に呼びかける機能もあります。AI が検知する対象として、複数の乗客が同じ方向を見る、同じ方向に走る、叫び声が聞こえるなど、通常の車内では起こり得ない状況が対象となるそうです。このカメラは車内に4カ所、ドアの前に互い違いに設置され、車内全体をカバーできるようになっています。このカメラを導入したことで、防犯カメラの設置は飛躍的に進み、2020年7月には全車両への設置が完了しました。東急では2020年3月にホームドアとセンサー付きホーム柵の設置率 100% を達成。センサー付きホーム柵は列車到着時にセンサーに触れると警告が流れ、発車時にセンサーに触れると列車が非常停止するもので、柵だけのものに比べて安全性が高くなっています。鉄道会社により、駅数や路線の特性の違いがあることに注意は必要ですが、大規模な投資を伴う対策では、一歩先を行っています。一方東急では、2004年のスペインでのテロ事件を受け、駅構内のゴミ箱が撤去されました。東京メトロとは対照的に、東急では再設置されることなく、現在に至っています。同じ東京の西部を走る京王電鉄でも、駅構内のゴミ箱が撤去されています。京王線最大のターミナルである新宿駅にも、ゴミ箱は1台もありません。いつ頃撤去されたのか、正確な時期はわかりませんでしたが、テロ対策が理由だそうです。そして、新宿駅にも乗り入れる西武鉄道では、あまり注目されないうちに、ゴミ箱が撤去されていました。去年の3月半ばに撤去され、こちらは感染防止対策や、家庭ゴミの持ち込みが増えていることを理由として挙げており、東京メトロや京王、東急とは背景が異なっています。一方、それとは少々異なる方向に舵を切る会社もあります。同じく新宿駅に乗り入れる小田急電鉄です。その現れが新宿駅の西口地上改札口を入ってすぐ右手にあります。このゴミ箱、他社のものに比べて幅が広く、細かく分別できるようになっています。中央にあるのは飲み残しを捨てるためのボックスです。実はここ、去年3月から6月にかけて、ペットボトル回収の実証実験が行われていました。実験はすでに終了しましたが、細かく分別可能なゴミ箱は残っており、これが今後撤去される時が来るのか、気になるところです。また、横浜駅を起点とする相鉄では、駅の案内看板と同じアクセントが付けられているなど、
この設備をどう位置づけているか、会社による違いが伺えます。他の会社では、京急が駅のゴミ箱を撤去しており、テロ対策とゴミの減量という2つの理由を掲げています。また、防犯カメラの設置方法にも、鉄道会社の違いが現れています。小田急の最新鋭車両である5000系は、ドアの上にカメラを仕込んでいますが、ステッカーの文字は小さく、カメラ本体も外からは見えないようになっています。西武鉄道の場合、最新型である4万系のカメラは同じくドアの上にありますが、こちらは外側から中身が見えるようになっており、カメラの存在が多少なりとも感じられるようになっています。さらに、都営地下鉄が浅草線に導入した5500型では、カメラは独立型となっており、真っ白なカバーと合わさって、周囲からも目立つようになっています。蛍光灯一体型の方が設置は簡単そうですが、あえて独立型にしているところに、鉄道事業者の事情が垣間見えますね。一方、導入状況に差がある防犯カメラとは対照的に、非常通報装置については、全車両への設置が済んでいます。また、非常時にドアを手動で開けられるようにする非常用ドアコックも、どの車両にも設置されています。国土交通省の文書には、非常通報装置や非常用ドアコック、そしてホームドアの取扱装置の表示方法の共通化を進めていくという文言があります。非常通報装置や非常用ドアコックは、どの車両にも導入されているだけあって期待も高まりますが、これらの装置には一定の限界があります。鉄道車両の床面は、レール面からでも1メートル以上あるのが一般的で、非常用ドアコックを操作して駅間で車外に出る際、怪我をする恐れがあります。付近の列車が運行している場合、接触する危険もあるため、乗務員の誘導なしに車外に出ないのが基本です。昨年10月に京王線で起きた事件の際は、通報した乗客がその場から離れたことや、当該車両に防犯カメラがなかったことから、乗務員が状況をすぐに確認できなかったそうです。危険が迫る中、装置の前に居続けてくれる乗客がいる保証はなく、遠隔で車内の状況を把握でき、さらに乗客へ呼びかけられる装置が増えることは、非常に好ましいですね。今後は、そのような設備に対する補助金などのあり方も検討されることになりそうです。そして、鉄道各社の中には、警備員や社員による警戒を行う会社もあります。警戒警備をアピールすることで、抑止力につなげようという考えです。また、転落事故防止の対策として注目されているホームドアも、時に思わぬ弱点になることが露呈しました。京王線の事件の際は、ホームドアと車両の位置がずれていたために扉が開かず、避難に支障が出てしまいました。今後、このような場合では、双方のドアを開放し、乗客を安全に誘導、救出できることを基本に考えていくことになりそうです。ただし、この事態の背景の一つが、乗客が非常用ドアコックを操作したことにあるというのが、事態を難しくしています。また、これらの設備を乗客が操作しやすくすることは、いたずらされるリスクを高めることにもつながるため、鉄道会社にとっては、難しい決断になるとも言えます。安全確保と利用客の利便性、そして鉄道会社のコスト負担に、どのような方法があるのか、今後も追いかけていきます。ご視聴ありがとうございました。